今回は衝撃人類10万年の歴史、明らかにおかしい、というスレを紹介します。早速ですが見ていきましょう。10万年前ホモサピエンスが現世人類に進化。9万年前人類どんぐりうまいんごねー。8万年前人類どんぐりうまいんごねー。7万年前人類どんぐりうまいんごねー。6万年前人類どんぐりうまいんごねー。5万年前人類どんぐりうまいんごねー。4万年前人類どんぐりうまいんごねー。3万年前人類どんぐりうまいんごねー。2万年前人類どんぐりうまいんごねー。1万年前人類ちょっと待って。小麦栽培したら小麦食い放題じゃね。0万年前人類 AI にイラスト描かせたろ。最後の2コマだけスピード感おかしいやろ。別におかしくないで。つい最近まではほぼほぼ氷河期で食い物もなく人類って全世界で推定500万人もおらんかったからな。打ち切り漫画の最終回みたいなスピードやん。1万年前人類どんぐりうまいんごねー。どんぐりうまいんごも地球のレベルからすれば一瞬やし、どんぐりうまいんごしてた頃の方が絶対幸せやったよな。一理ある。縄文時代はかなり平和だったらしいな。発給納涼。でも虫歯になったら激痛でのた打ち回って死ぬし平均寿命は30歳やで。原始共産性こそ最強やね。メガネかけたやつは全員処刑や。山内丸山遺跡とかからして大規模な集落ある時点で身分制や争いも当然あったと思うけどな。麦の奴隷になってもうたからね。どんぐりの間にも二足歩行したろとかあるわけだし言うほどだろ。二足歩行はもっと前やぞ。人口も20世紀に激増したしな。農耕のせいで定住を強いられ疫病が生まれたんや。小麦を育ててるんやなくて小麦を育てさせられてるんや。それを言うなら産業革命以降のスピード感やろ。もう1万年後ぐらいに生まれたかったな。タイムマシンできるのと1万年経つのとじゃどっちが早いんやろな。太陽系全体に人類が広まってるくらいの文明に生まれたかったな。惑星ごとに異なる人種に進化してたり宇宙規模の戦争したり楽しそうや。ワイはすでにそうなんやないかと思ってる。進撃の巨人みたいに外には高度な文明が発達しててワイらは地球に逃れてきた記憶を改ざんされた人たちなんや。タイムマシンで未来から来たぜ。インターネットとか人類が生殖する上で本当に必要なのか。でも最近頭打ちしつつあるからスピードは緩まっていくやろな。言うてネット広まったのここ20年じゃね。その頃からずっと命が紡がれて俺がいるのが信じられないし、家計が自分で終わるのも信じられない。今から家計をつなげばええやん。淘汰自体はあったんやから今の時代にその役を担ってるのがお前なだけや。お前の親族がちゃんとこれからも紡いでいく定期。終わるのはせいぜいお前の親か祖父母の直系だけや。エジプトも4000年ぐらいピラミッドしか作ってないからな。人類が滅んだ後に別の知的生命体が誕生しても100年前の技術レベルで掘れる石炭はすでに人類が掘り尽くしているから産業革命起こせないんだよね。現人類が目もくれなかった物質をエネルギーにするかもしれん。資源から見ても地球ってまあまあ恵まれてるんやな。知識はあっても燃料がないから自分たちの星から外に行けない宇宙人とかもいるかも。毒ガスを酸素の代わりにしてる動物がいるっていうしな。適応するよきっと。産業革命ってほんまに革命やったんやな。シビライゼーションにおいて人工で科学力生み出してるのって間違いでもないな。やばすぎ。これ地球が他の生物含めたみんなのものっていうの無理あるだろ。1500年とかの時代で数億人おるのもすごない。食料不足不可避。地球の眼底期。ペストでちょっと下がってるのは地球からの抵抗なんかな。コロナじゃもう大した効果はなかったな。逆に産業革命以前の世界って人間スカスカやったんやろな。日本猿くらいの数やったんかな。Y60 どんぐりうまいんごねー。人類は絶滅するために生きている。最初の9万年は表記でハードモードやったから仕方ないやろ。環境期に感謝や。本当に神がいるなら産業革命起こした時点で皆殺しにしてるはずだよね。もしも第二次世界大戦後の冷戦下でソ連の指導者がプーチンでアメリカの大統領がトランプだったら核戦争避けられなかったよな。大した生命力でもないのに異常気象とかで人類が滅亡してないのがおかしいやろ。マンモスめっちゃうまそう。食べたかったな。基本的に腐りかけの生肉を食うことになるんやぞ。油臭くて言うほどうまくないで。一頭狩ればしばらく食料に困らんのはいいけど、今より寒いから肉は脂肪ばっかりで美味しくないと思うぞ。人類が文明発展させてる最大の理由は絶滅イベントからの回避やろな。今の文明レベルやと破局噴火や巨大隕石で即絶滅やからな。どんぐり人間うまいんごねー。逆襲エンドか。ワイらの何代先かの人類ひどい目に遭うやろうけど頑張ってな。今のペースでいくと日本は1000年後には1000人になってるとか。まあ1000年後の日本人の定義にもよるが、
穀物に支配されてるってこと？人類が地球外に移住するのって何年先ぐらいなんや？火星とかなら21世紀中に。太陽系外となるとあと300年くらいかかりそう。人類が滅びたとしても他の生物が現世人類まで到達する感じが全くせんわ。ちょっとマシなのは霊長類やけどそれでも差がありすぎる。人類の成長スピードを表した関数とかあったら近代から傾きがすごいことになってるんだろうな。1万年後人類どんぐりうまい。モノリスに触れた人猿のせいやろな。人類自体は何も進化してないのにこれってエグいよな。科学ってすげえわ。原人が書き込みしてて草？言うて核融合でエネルギー作り出せる技術できる前に石油枯渇したら今の文明終わるやろ。農耕とか電気とかインターネットとか色々あるけど次は何になるんやろ。エネルギー問題解決とかできるんかな。人口の数だけひらめきがあるからな。数の暴力。人類が初めて傘を作ってから今日までまともに進化していない事実。人類が存続するためには独裁者が管理した方がたやすい。自由にやらせてると滅亡する。文字の発明が大きいんちゃうか。情報を誰かに伝達できるのが人類の進化を加速させる。アレクサンドリア図書館が燃やされなければ今の人類はもっと進化してたんやろか。どんな本が所蔵されてたか知らんけど、いい加減世界の言語を統一してほしいよな。英語が主流だから多分英語になるんやろうけど世界の人間がみんな同じ言語を喋れるようになったら下手な科学技術の進歩なんかよりよほど人類の進化につながると思うわ。国ごとに喋る言葉が違うのって普通に効率最悪だよな。自動翻訳が進歩して10年後には言語の壁なくなっとるやろ。言語統一は夢やな。アメリカの白人黒人とかアフリカの部族とかも普通に南部書き込んでくれるともっと楽しくなると思うわ。まずは単位の統一からやな。ヤードポンドを滅ぼさな。知識層はみんな英語くらい話せるから発展とは関係ないと思う。多様性も大事やと思うけどな。言葉によって思考回路が違って別の考えが生まれてくる。そこでエスペラント語の登場か？マジでなんでメートル法で統一しないのか謎や。向こうも一応はメートル法完全否定はしてなくて地味に普及活動はあるらしいが、煽る相手がクロンボとかおもろいな。向こうでも理系は大体メートル法やな。航空船舶は違うけど、時代がエジソンじゃなくてテスラ選んでたらどれくらい発展してたかは気になる。地味にあそこ大きな分岐点やったろ。未来の人間が何回やり直しても人類が滅亡するから困ってるらしいな。今の世界は何回目なんかね。ちなみに未来の人間の姿はグレー？いや、なんでこんな微妙な時代に生まれたんだろうな。もうちょっと後で生まれたかった。人類一回勢いついたら強すぎるわ。非力な人間の代わりに働く機械作ったのがでかすぎるわ。今の地球の人口は80億人くらいやけど、人類が誕生してから今までの全ての人間の数は1000億人や。人類の歴史は10万年もあるのに蜂が今まさに生存してるって狂ってるわ。電気とかいう人類を一つ上の段階に押し上げた神の力。これ自由に利用できなかったら未だにかまどの火にフーフーしてたやろ。何度か文明が繁栄して衰退はあるやろ。今回で8回目ぐらいや。先進国が都市化で少子化に陥って人口を減らしてるのもなんかの摂理よな。でも正直、乳児の死亡率が高いと言っても乳児に痛覚なんてほぼないようなもんだし運よく生き残れればそれでいいよな。コンピュータが登場してからインターネットのワクワク感やばかったな。これは人類史上でも類を見ない革命や。ワイは一番いい時期に生まれた気がするわ。マトリックスで体に入れられてたサソリみたいな虫なんやったんや。人間は狩猟をするようにデザインされてるのにそれら能力を封じて一部神経や知能だけに特化した現代の社会構造はおかしいよ。自然を敬い自然に感謝しなくなったら終わり。いくら汚染されても困るのは人間や動物だけで地球さん自体は痛くも痒くもないしな。表面がブツブツするだけ。種をあげた壮大な自傷行為や。サピエンスはメンヘラ。産業革命前と脳や身体の構造は変わってないのに技術だけ進歩しまくってるのすごい。不幸な人は今の方が多そう楽しいこともあるけど。なんで全世界で一斉に農耕始まったんや？その時期に何があったんや？最後の表記が終わった。それぞれ数千年離れてるけど言うほど一斉か？紀元前の哲学者が今の世界見たらどう思うのか。どこでもドアも仮に技術ができても利権的にダメです。まあ緑の革命でこれも覆したな。ベトナムとか3期作で日本より高密度で米植えまくってるし。食い物どうにかなっても、上級にこき使われるのは止められないから罪やな。こんな古典的な SF でよくあるネタのアナロジーで歴史ポエムしてるだけの本をもてはやしてる人文系ってほんとカスだよな。今の農業なんて機械使いまくりやしきつくないやろ。採取生活の方が絶対大変や。窒素固定技術が人類史上一番ヤバい発明かもな。毒ガスで殺した人数よりも窒素肥料で救った命の方が多いやろな。日本もこれだったんだよな。
縄文矢印や良い矢印大和。科学技術が発展すると最終的に人は働かなくても餌を得ることができるようになる。トランスヒューマニスト協会が夢見るような世界。しかし群れは餌に困らなくなると絶滅に向かうというのがユニバース25実験の結末。餌があってもなくても絶滅への道。科学さえなければこういうことにはならなかった。科学は人にかけられた呪い。海から陸、陸から空、空から宇宙。生命は領土拡大、資源採取を本能としているのでこの流れは止まらない。よって宇宙人もこの過程を踏んでいるので決して探したり出会ってはいけないという話好き。気候が安定したからやろクソボケ。今かて急に氷が来たら秒で文明崩壊するやろカス。学校とかでもあくまで史実としての歴史を習っているから真実は違うんじゃないのかなとか思うとロマンしかない。ワイらが限界の時代か ?80 年後とか世界滅びてそう。新型コロナとかいうワクワクさせるだけさせてクソの役にも立たないカスを許すな。インフルエンザがなくなったから。でも脳の大きさから推定される平均知能は現代人よりも2万年前のどんぐりうまいんをしてた原始人のが高かったって研究結果があるんやで。シングラリティがいつ到来するかで人類の存亡かかってると思うわ。世界規模の食糧危機起きる前に来てくれ。今ワイらが生きてるのは核戦争で超高度な文明が滅んだ後の世界。これ正解やろ。人口100億いく前にピークっぽいし、食料はどうにかなるやろ。産業革命が偉大すぎた。つまりイギリスが人類の発展を加速させた。IT で言うとクロード・シャノンが人類を加速させたと思う。あんま有名ちゃうけど。人口自体はピークアウトするから環境激変でもなければ安泰やで。それが怖いから現環境を維持するために SDGs だのなんだのやってるわけやね。なんで現代人ってどんぐり食べないんや。拾って食えば食費かからんのに。結局人類史における空白の10万年は何があったんや？どんぐりって何気に色々な生き物の命を繋いできたすごい食べ物だよな。そもそも人類が小麦栽培始めたのは人口が増えて狩猟では賄えなくなったからやで。小麦栽培始めたから人口増えたわけやない。狩猟生活してた頃の方が食生活は豊かや。今から1万年後とかどんな暮らししてるんやろうな。もう今考えられる全ての問題はほとんど解決されてるやろうし仕事もほとんどロボットが担ってるから労働という概念もほぼないやろうな。今はイラが考える天国の暮らしがそのまんま反映されてそう。ほんま羨ましいわ。ポルポトは正しかった？そう思うとどんぐり時代の人間ってかわいそうだよな。一生どんぐり食べる人生を送ってたとか一生刑務所よりひどい暮らしやろ。人間って結局後に生まれたもん勝ちだよな。国や家なんかより結局はそこやと思うわ。もう完全に進化の手詰まり感あってオワコン気味なのがね。この先テクノロジーのブレイクスルーなんて起きる気が全くしない。老化細胞の除去と若返りが可能になりそうらしいけどこれも人類史上でかなりセンセーショナルな出来事ちゃうか。最初の人類はなんで直立二足歩行し始めたんやろな。あらゆる動物の中で一カスだけやろ。不思議や。脳とかいうカロリーバカ食いする器官を発達させた人類とかいうアホダチョウを見習え。農耕始めたやつが人類の先般やろ。わいどんぐりうまいんごねえよ。1万年後人類どんぐりうまいんごねえ。神秘主義者がやらかして異界の門開いて定期的にリセットされてるんや。ループしている宇宙の前の宇宙の痕跡を発見したとの研究結果。著名な宇宙物理学者ロジャー・ペンローズ氏は、宇宙は破壊と消滅を繰り返している、という説を骨子とした、トモ系サイクリック宇宙論 CCC の提唱者でもあります。そんなペンローズ氏と3人の宇宙物理学者が、宇宙の果てを観測したデータの中から、以前の宇宙の名残が見つかったとの研究結果を発表しました。しかし、ブラックホールが消滅しても、その痕跡は強力な電磁波が観測される領域ホーキングポイントとして、残り続けるとペンローズ氏は考えています。しかも、ホーキングポイントは宇宙が終わりを迎え、ビッグバンにより、新たな宇宙が始まった後も残り続けるとのこと。このことを逆説的に考えると、以前の宇宙から残り続けて、いるはずのホーキングポイントを、ビッグバンの残響とも呼ばれている宇宙マイクロ波背景放射 CMD の中から見つけ出すことが、できれば、宇宙がループしているというペンローズ氏の理論の強力な根拠となります。不老不死って老いないし外傷なければ死なない状態を言うのか？再生能力できるわけでもないし怪我したら死ぬよな。地球を中心に太陽が回ってるぞ。太陽が中心やぞの精神。どんぐりきっと発明したやつ英雄扱いされてたやろうな。スマホとかおかしいしな。アメカスは温度の単位も可視にしてるしアホやろ。どんぐりうまいんごしてたのはジャップだけ。宇宙人がいて地球の存在知ってるとしてそんな高度なレベルなら現地環境保護とかで接触せえへんやろ。資源問題も解決しとるやろから侵略する意味もないやろし。
どんぐりうまいんごの前に類人猿バトルロイヤル勝ち抜いてるからな。何万年もどんぐり食ってただけの原始人無能すぎやろ。ワイなら半年で納涼思いつくやろな。というか一番異常なのは第二次大戦後30年くらいだろうな。豊かさの面でも科学の発展でも、しばらくここまで一気に進む、のなさそう。核の冬来てもなんやかんや細々と生き延びそうな気がするわ。ガチでヤバいのは巨大隕石や。たった一つだけ歴史上の謎を知ることができたら何を知りたい？ワイは海の民。なお人類が繁栄するほど文明文化人権意識が高まり本能による子作りはしなくなり滅びに向かう模様。タイムマシンがあっても行く時代場所しくじったら魔女みたいに思われて気に吊るされるんやろな。どんぐり時代に飛ばされたら土器くらいは作れないかな。火起こしは実際に体験会みたいなので挑戦したことあるけどうまくいかんかった。隕石が来なかったとしても1万年後に人類が生き延びてるとは思えない。縄文時代なら若い女の子を犯しても犯罪にならんかったんか？それならワイも童貞卒業できるやん。ようわからんけど縄文時代なら豚肉を生で食べてもお腹壊したりしなかったんかな。1万年前の人類と戦ったら人差し指一本で殺されそう。大半の国家は産業革命時代よりはるかに優雅な暮らしをしているんだけど、やっぱり人は長生きしない方がええんかな。数千年同じような暮らししてたのに100年200年で、劇的に変化しすぎたな。なんで AI が問題になることわかってるのにわざわざ AI の研究してんの？アホなん。スマホってもう進化しとらんよな。数万年前に今レベルの美女っておるんかな。すっぴんでも一人はおるやろ。逆に未来基準の美女は気持ち悪そう。倫理観なくして人工支給 SF 作品みたいな培養液いっぱいのカプセルボット作ってデザイナーズベイビーで優秀な子供バンバン作り出せば人口問題は解決するで。血管人工子宮から生まれた子供に反乱を起こされるぞ。コスト的に人間でやった方が安いというディストピア展開やな。ウイグル人とかの腹ませ工場や。それだけ産んで誰が育てるんや？農耕で一気に進化して電気の発明でさらに進化した感じする。電気の存在でかすぎやろ。今の社会電気がないと何もできないもん。不老不死とまではいかなくても大多数が100歳以上生きられるようになりそうだけどそうなったら日本でも安楽死できるようになるんかな。生産性のない老人だらけになったら国が破綻するぞ。AI が人間の仕事を担ったら失業するって話あるけどさ。人間って労働のために生きてるわけちゃうんやから寝て暮らしても栄養なシステム作るべきやない？ってのがネオリベとは別の方向のベーシックインカム導入論や。コンピューターが人間の仕事を奪うどころか登場前と比べて100倍くらい仕事させられるようになったように AI ありきで今からは想像もできない量の仕事させられるだけやで。できるだけ技術力が高い時代に生まれたかったけど、今が人類の最高到達点である可能性もあるよな。時代が進めば進むほど技術が進歩するってわけでもないし。例えば古代ギリシャでは地動説は普通に提唱されてたけどキリスト教が普及したら天動説一択になったし。先進国はどこも少子化だし世界レベルで緩やかに衰退していく可能性はあるよな。ハーバーボス法とかいうやつの存在のせいで人口爆増しとるからな。現世人類から次世代人類が生まれて俺らを駆逐する未来ってあんのかな？次世代人類じゃなくてロボットでもいいと思うけど、どっかで強いものに引き継ぎしないと他の構成形に行く難易度が上がりすぎると思うんや。言語の起源とか生命の起源のウィキペディア記事読むの好きやは結局何もわかってませんで終わるけど、たかだか100年の思想争いで決着がついたとか思ってる奴は地球が平面だと思ってたんやろな。日本の餓死が激減して60年しか経ってない。もし人類が滅びたとして人類並みの知能を持った生命が今後生まれる可能性って低いんか？地球平面説に納得できる理屈言うほどあるか？グレートフィルターは突破してると思うわ。次どんなんか知らんがその前に滅ぶやろな。生存戦略的に言えば多様性の否定なんて愚策よ。数学とかもこの体系が世界に広まったことで、実は失った思考体系があるんじゃないかと妄想することがある。統一万歳とか総教だけにしとけ。同性愛者は何の意味が？ NTR 防止やと思う。あと狩猟する男たちの団結力アップとか。なんかワイのレスきっかけでレスバしてて草。指数関数的成長ならそのうちエジソン級の発明が毎日のように起こるカオスな世界になるよな。シングラリティ楽しみや。核融合実用化して人類史上類を見ないほどのエネルギー使ってあちこちで歴史が変わる規模の実験やら何やらしてたらどっかで事故って地球終わりそう。狩猟生活が良かったとかいう謎の論法。人間の知能で生き物が離尽くしたら終わりだしどこかで畜産始めて同じようなことなるわ。バランス崩したのは人間さんやで。人が増えすぎなければ必要以上にいらん。ハラリは悲観論とか皮肉が強いから価値観的なところは話半分で聞いとくのがええわ。人間のライバルになれそうな生物が他に何もないのがな。下等種族ばっかやん地球。
遥か昔からあるどんぐりすげえ。一か水超くさでもうまいわ。これを10万年続けてるってなんかええよな。シングラリティってドラゴンボールでいうクリリンがタンバリンに丸されるとこだと思う。それくらい前後で世界観が変わる。生物って種を残すことが本来だから生きてる意味なんてマジでないよな。イネカス絶滅したらどうなるん？ゲノム編集さっさとやろうや。高学歴イケメン美女だけの世界とか最高やろ。ワイらって地味に凄まじい時代を生きてるよな。世界大戦終わって平和になって技術も発展して国際交流も盛んになってて、あんま自覚ないけど世界大戦経験者とデジタルネイティブが共存してるすごい貴重なタイミングやで。そして今がピークやしな。今が一番豊かな時代の可能性は普通に高い。娯楽は充実してるし。今回は衝撃人類10万年の歴史、明らかにおかしい、というスレを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。